今回はセルフネイルとしてやりにくい利き手フレンチネイルのコツをお伝えしていきたいと思います。そして人気のガラスネイルと組み合わせたデザインにしていきます。私は右が利き手になるので右手に左手でやっていくんですが、まずはガラスネイルの時にもベースのカラーに塗っていたプリジェルのダスティーベージュを塗っていきますね。カラーを取っていく時も私はですね左手で取ると取りにくいので右手で取ってから持ち替えて左手でやっていくようにしています。では早速塗っていくんですが、カラーの塗り方は基本的にですね通常のベタ塗りと同じ方法なんですが、通常の利き手でベタ塗りをしていく時よりもですねしっかりと塗りたいところに筆を当てて確実に動かしていくようにしてください。私も普段そうなんですが、どうしても利き手で塗っていくときは慣れている分ですねさっさっさっさと素早く動かしてしまう癖があるんですが、利き手じゃない方でですね同じようにやってしまうとどうしてもはみ出してしまうのと雑な感じになってしまうので、私本当に左手の方はですね全然使えないんですけれども、使えない分確実にですね本当にゆっくり動かしてまずはラインを作っていくようにするといいと思います。無駄な動きをしないように確実にというふうにやっていただくといいです。根元サイドのとこのラインがですねしっかりと取れたら、あとはですね力を抜いて根元から爪先にというふうに力を抜いて筆を倒すようなイメージでカラーを伸ばしていただくといいです。力を抜いてカラーを伸ばしていくと爪先までですねしっかり塗れないと思うんですけれども、逆に今回はですね爪先のところフレンチにしていきますので、そのフレンチの部分を開けるような感覚でやっていただいた方が厚みが出ないので、そんな風に塗っていただくといいです。では続いてガラスネイルにしていくところのプレートにカラーを塗っていきます。ここにはガラスフレンチの動画でもご紹介をしたようにカラーでですねフレンチラインを作りながら塗っていきますので、使っていく筆はこういったポイントの筆グラデーションとかに使っていく筆を使ってあげてください。筆先にカラージェルを取っていただいたら筆を逆向きに持っていただいて、逆側からですねフレンチラインを描いていくんですが、こんな風に筆を逆向きに持っていただくと通常の筆の向きよりはですね筆を内側に引いていくだけなので、意外とですね通常のフレンチラインを描くよりはですね描きやすいので、フレンチラインのど真ん中に筆を置いていただいてから、そこからですねサイドに向けてそーっと上に筆を引いていくような感じで描いていただくと綺麗にフレンチライン描いていけると思います。しっかりですねサイドのラインをつなげていただいたら、あとは根元のあたりとかですねこの真ん中のところ色塗りのような感覚でムラにならないようにですね優しく動かしてこんな風に塗っていきます。そして今回のようにこのプレートでですねフレンチラインを作りながら色を塗っていく方法は今回ガラスネイルと同じようなやり方をしているんですけれども、このやり方を通常のフレンチでもやっていただくと、この後ですねフレンチの描き方も通常通りご紹介をしていくんですけれども、こっちの方が割とフレンチラインが描きやすかったりしますので、通常のフレンチもこんな風にプレートから色をつけて後からですね空いている爪先のところに白を塗るという方法、もしくはベースにですねあらかじめ白を先端のあたりに塗っておいてからこの方法でプレートに色を塗るという風にやっていただくと綺麗にですねフレンチライン描いていけると思います。利き手じゃない方の手でですねやっぱりフレンチをやっていくのってすごく難しいので、やっぱりそれぞれですね使い勝手も違ってくると思いますので、いろんなやり方をして自分のやりやすい方法を見つけていただくのがベストかなと。ではこんな風にプレートに色をつけていただいたら、早速薬指と人差し指にですねシャレドワの鬼ライナーとフレンチ筆を使ってフレンチライン描いていきます。このフレンチ筆にこのカラーを取っていくのって意外とフレンチを描いていくときは取る量大事になってきますので、利き手で取っていただいてから持ち替えて左手で描いていくようにしていただいた方がいいです。通常のフレンチ同様にですねこのフレンチの山になってくるこのサイドの一番トップのところですね、ここが一番フレンチラインって大事になってきますので、私のように長い爪の方はこのラインの山をですね高くしていただくといいです。ただやっぱり何回も言うように利き手じゃない方の手で描いているので、どうしてもこのトップの部分って緊張してしまって私もちょっと手が震えてしまうんですが、この段階でフレンチのこのトップの山を描いていこうと思うのではなく、まずはですねできるだけ高めの位置でスタートしていただいて、そーっとですねフレンチを
右と左側ですね、つなげるように描いてください。そしてこういったライン系のものを描いていくときは右手をですねこのように指を浮かせて描いていくとどうしてもピクッと動いてしまったりすることもありますので、浮かせて描いていくのではなく親指とかでこう下に入れて支えを持ちながら描いていくようにするといいです。後からこの山の位置は足していくんですが、なかなかその後からといってもこの今の段階でできるだけ高い位置にですね山を描いていくとき、どうしてもその始まりのところって緊張して手が震えてしまうと思うんですが、それもですね最初からもうここの位置という風ではなく、まず本当に白のジェルを爪の横にちょんとつけるようなイメージで、そこから徐々にそっと上の方にちょんちょんちょんと動かしていくような感じで山を取っていただくと描きやすいです。そして先ほどからご紹介している肝心の山の部分はこういった細筆を使って足していきます。細筆に本当に少しですねジェルを取っていただいて、さっき描いた山の位置からですね筆をこんな風に逆向きに持っていただいて引っ張るようなイメージで高さをですね調整していきます。今もこんな風にですね始まりがやっぱり丸くなっているとフレンチの始まりですねかっこ悪くなってきますので、ここをこの細筆でつなげるようにですねシュッとした感じにしていくとかっこよく決まってきます。どうしてもやっぱこういった細かいことって利き手じゃない方の手ではなかなか難しくなってくるので、こんな風に2段階に分けながら筆を変えてやっていただくのが確実だと思います。こういったシンプルなフレンチほどですねごまかすところがないので難しいと思うんですが、ベタ塗りの時と同様にですね確実にしっかりとゆっくりでいいのでラインを作るようにですね筆を動かしてという風にやっていくといいです。そして今回私バランス的にですね薬指と人差し指の2本だけをフレンチにしていったんですが、そんな風にやっぱり全部の5本の指をこういった綺麗なフレンチをやっていくっていうのはやっぱりちょっと気が遠くなってしまうこともありますので、その残りの指は今回はガラスフレンチを合わせていくんですが、その他は例えばベタ塗りだけという風にですねバランスを考えながら本数を考えてやっていただくといいと思います。では続いてガラスフレンチなんですが、今回はですねベースに引いていくグリッターをもともとあるトリネのシリーズのシルバーとゴールドをですね合わせたものを使っていきます。今までのガラスネイルでご紹介をしてきたベースよりですねちょっと深みのある感じで今回は表現してみたかったのでゴールドとシルバーを合わせているんですが、その2色を合わせていただくとちょっとアンティークっぽく深い感じになってきます。そしてガラスネイルでもご紹介をしたそれはグリッターだったんですけれども、この元々あるこの、グリッタージェルですね、これもちょっと岩のりみたいな感じの通常のグリッターよりはなんていうんですかね本当にジェルみたいな感じのカラーみたいな感じのものなんですけれども、いろいろなグリッターとかジェルでですね合わせてやっていただくのも楽しいと思います。爪先だけですねクリアで開いていると思いますので、そこの部分にグリッターを塗っていくんですけれども、この時使っていく筆最初にごめんなさい私細筆をご紹介したんですが、ちょっと私の爪今回長めでやっているのでその分ですねちょっと塗る部分が多いので、細筆もしくは途中からちょっと太い筆に変えたんですけれども、こういった筆でですね塗っていただくといいです。もちろん色塗りをしていくだけなんですが、もともともうベースにですねフレンチライン書いてあるので簡単に塗っていく感覚でいいんですけれども、ベージュのカラーで、フレンチラインを取っている分ですね目立ちにくくなっているので、このグリッタージェルでしっかりとラインをですね出していくような感覚で色塗りをしていきます。先ほどの通常のフレンチと同様にですねこの山の部分は筆を反対向けにしていただいて引っ張るような感じで高さを持っていくといいです。このガラスフレンチも前回のガラスフレンチの動画でご紹介をしたように、やっぱり山の位置をですねこのグリッターでしっかりとトップ取ってあげることによってかっこよく決まってきますので、この山の位置はですねしっかり引くような感じで取っていただくのが大事になってきます。ベースのグリッターですね作っていただいたら早速ですねこの上に乗せていくホロをこれも私のお気に入りになってしまったランバスのオーロラホロですね、これを入れていきます。のり代わりになるクリアジェルをですね塗っていただいてからオーロラのランバスですねランダムに並べていくんですが、
規則正しく並べていただくのもかっこいいんですけれども、やっぱりガラス感を出していきたいので、こう割れている感じですね。なのでここではあえてランダムに横向きとか縦向きになるような感覚でですね置いていただいた方がいいと思います。そしてこの入れていくホログラムなどに関しては利き手じゃない方でやっている分ですね、トップが分厚くなってしまうとやりにくくなってしまいますので、しっかり埋まるようにですねできるだけ平らに入れていくといいです。ではこんな風に出来上がってきたので、最後にですねトップジェルでコーティングしていきます。この使っていくトップジェル、私通常サロンではクリストリオを使っているんですけれども、セルフネイルで利き手じゃない方でコーティングをしていくとき、どうしてもですねジェルが厚みを増してしまうので、厚みが増しすぎないようにですねもう本当に薄付きのノンワイプトップジェルでこんな風にコーティングをしています。特に私が使っているクリストリオのパーマシャインはちょっとですね粘度があってこの筆にハケに取っていただくと結構な量がですね取れて、厚みがですね結構乗っていく感じなので、私のように利き手じゃない方ですね、あまりうまく動かせないという方に関してはこのクリストリオのパーマシャインではなくノンワイプトップジェルでコーティングしていただくとちょうどいいぐらいの厚みでコーティングをしていけるようになると思います。そしてこの段階でどうしても私も利き手じゃない方でやっていくと光のラインを1回で作っていくのは難しいので、爪を反対向きにしていただくといいです。ただフレンチの指はですねそんな風にやっていただくといいんですが、どうしても今回のようにガラスフレンチをやっている場合はですね、しっかりとホログラムをコーティングしないといけないので2回に分けてコーティングしていただくのもいいと思います。硬化が終わったら通常通りの形を整えていくんですが、この時ですねホログラムのところ少しでもチクッとしていたりとかですね飛び出ている部分がある場合はこの段階で削ってあげてください。そしてこの形の整えの時、通常の利き手の方でやっていく時もそうなんですけれども、あまりサイドの部分を削りすぎてしまうとせっかくのフレンチの山がなくなってしまいますので、それだけ気をつけてあげてください。では最後にですね色ジェルのグロッシートップジェルでコーティングしていきます。このツヤ出しのトップジェルに関してもこのフレンチの時は特にですねこういったシンプルな感じにしていく時ですね、上にこのデザインがなかったりストーンがなかったりするので、このハケの跡がついてしまったりとか、逆に濡れていないところとかがですね出てくると、やっぱりそれがですね最後の本当に仕上がりでかっこ悪くなってしまいますので、ハケにたっぷりめにですねジェルを取っていただいて、丁寧に上からですねなぞるような感じで塗っていくといいです。適当にさっさっさと塗っていくのではなく、確実にカラージェルベタ塗りをする時と同じような感覚で塗っていくと綺麗に塗っていけます。では硬化していただいたら最後にキューティクルオイル塗って完成になります。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。こういったシンプルなフレンチって通常の利き手でやっていくネイルでもですねやっぱり難しいデザインになってくるので、私もフレンチってすごく好きなんですが、自分の手にですねセルフでやっていこうと思うと反対の手でフレンチラインを取るのが面倒だったりとか失敗しちゃうということを考えると避けがちなんですけれども、両手にやっていく時のバランスとして利き手じゃない方に関してはフレンチ本当にしっかりとやっていかないといけない指をちょっと減らして、残りの指はベタ塗りだったりとかラメを使っていただいたりという風に調整していくとごまかしにもなってやっていけると思いますので、ぜひこんな風にやってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。先日もお話をしました我が家のちび息子、早いもので10ヶ月が経つんですが、もうだいぶつかまり立ちができるようになってきて、その分わんぱくさも増してきたんですが、こんな風に自分で引き出しを開けて引き出しからおもちゃを取り出せるまでになったんです。なんですがこの引き出し割とさっさっさと引き出しがですね取り出せるようになっていて、自分の重みで引き出しが閉まって指挟んでいるんです。自分の重みで引き出しが閉まって指を挟んですごいびっくりしたんですが、泣くことなくすごい無な感じでこっちを見つめ、顔を伏せて落ち込む。
普段だったらどこかでちょっとつまずいたりとかすると泣くんですが、この日はなぜかあまりにもびっくりしすぎたのか、何が起きたのか自分でも分かっていないような感じで、ただ痛かったことに関して泣かずに顔を伏せて落ち込むというちび息子ならではの落ち込み方にとっても笑えてしまいました。そしてこの前まではハイハイずりばいでですね、アンパンマンのボールを投げては追いかけるというような感じでやっていたんですが、これもなんと成長、中娘とボールの投げ合いができるようになったんです。中娘も上手にボールを投げ合いっこをしてくれて、何かツボにはまったのか、ものすごくケラ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 笑いながら投げ合いっこをしていました。本当にちょっとずつ成長していくちび息子が面白くてたまりません。そしてその横で何にも気にしないでおてんばした娘は自分でおままごとをして遊んでいたんですが、はいママご飯ですよと持ってきてくれたのがこれ。いやいや本物の食器を使っているし、なぜだかすごく量が多いおてんばした娘らしくて面白いんですが、こういったおままごとって今回も一つのプレートに置いてくるだけじゃな、お皿にですね置いてくるだけじゃなくって、ちゃんと副菜とかそういったものもですね、デザートとかあとジュースも置いてあって、それなりにわかるんだなと思うと、それまたちょっと感心してしまいました。以上、そんなこんなの我が家のちょっとした出来事でした。今回も最後までお付き合いありがとうございました。